皆さんこんにちは、さくらです。今回は2泊3日の韓国旅行へ行ってきたので、その購入品をご紹介していきます。ご覧の通り食料品が多めの購入品になっているんですが、一つずつ紹介していこうと思います。主にざっくり3つに分けて、美容関係のものと雑貨関係とあと食料品の購入品があります。まず美容関係からご紹介していこうと思います。私あまりコスメをたくさん持ちすぎたくないので、今回購入したものはスキンケアのものがメインになっています。まず一つ目がこのダルバの日焼け止め下地です。これは韓国に行く前からもともと興味があって、9点で購入しようかなってずっと悩んでいた商品でした。9点で下調べをして価格帯を調べた上で、でも韓国の方が安そうだったので今回こちらを購入しました。これは2つセットになっているものなのでコスパもよく購入することができました。次もダルバの、これはビタミンクリームだったかな、ビタトーニングカプセルクリームですね。これもインスタで下調べをしていて興味があったので今回購入しました。さっきの下地もこれもオリーブヤングで購入したものです。最近は9点で買った方が安いものも多いみたいで、もしかしたらメガ割とかで買った方が安く購入できるかもしれないんですが、思い出になると思ったのでこちらも購入しました。オリーブヤングで購入した最後のものがこのスキンフードの、これ有名ですよね、トナーパッドかな。パックにもなるトナーパッドが入っていて、パックをした後に拭き取りもできるものなので、今冬で乾燥してごわつくことが多いのでピーリング効果も兼ねてこちらでスキンケアをしていこうと思っています。これもなんていうんだっけ、ワンプラスワン、ツープラスワンっていうの、なんか2つついてるよっていう商品で安く購入することができました。でオリーブヤングで買ったのはこの3つだけだったんですが、たまたまホテルの近くに美容関係のアウトレット品が並ぶお店があったので、そこでパックを購入してきました。多くの商品が80%引きとか結構値下げされているものが多くてお得だなということで、いくらあっても消費に困らないパックを購入しました。もう全然私は韓国語が読めないし話せないのでもうほぼパケ買いなんですけど、一緒に行った友達が韓国語がすごい上手なお友達で、こうやって書いてあるものを読んでもらって、確かこれがなんだっけな、保湿透明感だっけな、なんかそういった効能が書かれているみたいで、いくつかいろんな種類があったんですけど私はこれを選びました。10パックになっているものが2つセットですごく安くなっていたので購入しました。あと同じ場所でこのパック、これも10枚セットかな、安くなっていたのでこちらも購入しました。アウトレット品なので使用期限が長くはないということなので、なるべく早めに消費していこうと思います。早速明日から使ってみようと思います。買った美容関係はこれで以上です。10年前も学生の頃に韓国に旅行に行ったことがあるんですけど、その頃はコスメ収集癖がまだある時でリップだけで10本以上買ってたのかな。もちろん全部使い切ることなく手放してしまったんですけど、10年間で思考がだいぶ変わったなと実感しています。で次が雑貨関係をご紹介します。
ヘトラスっていうフレグランスブランドのショップでハンドクリームを購入してきました。なんか日本のイソップのようなお店ですごくおしゃれな店内でキャンドルとか香水が売られているお店でした。今育児中で石鹸で手を洗う機会がすごく増えて手が乾燥しがちなので、いくらあっても困らないハンドクリームを購入しました。1本だと9000ウォンだったかななんですけど、5本まとめて買うと1本あたり7000ウォンに割引になっていたので、友達と1本分けてしまったんですけど5本購入してきました。一番気に入ったのがなんだっけな、ホテルウッドみたいな、これだ。日中は息子が近くにいるのであまり香りの強いものは使わないようにはしようと思っているんですけど、外出する時とか、あと寝る前とかにちょっとリフレッシュがてらつけようかなと思っています。すごいちょっとおしゃれな感じですね。結構こっくりとしたテクスチャーで、いい香り。なんかそうウッディな、ほんとこの名前通りの感想なんですけど、ウッディなちょっとこう素敵な旅館とかホテルの香りがします。癒される。寝る前につけて癒されながら寝ようと思います。保湿力もしっかりしていていい感じです。他にも私が買ったのはフラワーショップっていう香りとボムシェルボムズシェルかな、あとアーティストっていう香りを購入しました。どれだっけな、なんかホテルでレシートを Google 翻訳したらどれか一本の名前がハイランビって名前になってみんなで爆笑した思い出。どの香りかな、ボムシェルかな、ちょっとわかんない。調べて書いておきます。4本あるので大事に使っていこうと思います。で、次の雑貨が韓国のダイソーで韓国の食器。韓国ってステンレスのお茶碗とかスープ碗を使うお店が多いと思うんですけど、ちょっとお家でも韓国風にご飯が食べたいなと思ったので、このお椀とスプーンとあとお箸のセットを購入しました。で、雑貨関係は以上かな。ダイソーのものをご紹介したので、一緒にダイソーで購入した食料品もご紹介していこうと思います。まずはこのハニーバターのポテトチップス今見たらこれカルビーだ多分日本でも買えると思うんですけど、これを見かけてついつい買ってしまいました。この小さい方はその日の夜ホテルで食べようと思ったんですけど、その日はチキンとかキンパとかをテイクアウトしてもうお腹がいっぱいで、これを開ける余裕がなくてお持ち帰りしました。これは夫と分けて食べようと思います。あとダイソーでこのフリーズドライの味噌汁を購入しました。あと韓国のおでんのお出汁ティーパックみたいになっているので、お湯を注いでお出汁も飲めるし、写真みたいに具材を入れて煮物も作れるのかな。ちょっと Google 翻訳を駆使して作ってみようと思います。次が、韓国の無印良品に行ってきました。まず一つ目がスロランタンだっけ3日目の朝にこの牛骨スープを食べに行って、その後に無印良品に行ったので、このスープ日本でも食べたいなと思ったのでこちらを購入しました。これもフリーズドライなのかな、ちょっと開けてみよう。5パック入っているみたいです。そうだね、こういうフリーズドライのパックが入っているので、お湯を注いですぐに食べられるスープになっています。
朝ごはんやお昼ごはんに夫と一緒に食べようと思います。あと結構インスタでもよく見ていたキムチ、今回購入したものは全て韓国の店舗限定の商品でした。このキムチを2缶と、あと確かエゴマかな、韓国旅行で食べたキンパの中にエゴマの葉っぱが入っていてすごく美味しかったので、漬物かなを購入しました。そのまま食べても美味しそうだし、お家でキンパ海苔巻きを作った時に入れようかなと思っています。で、次がちょっとお店の名前がわからないな。ここのお店で購入したお菓子をご紹介します。2日目にカフェに行ったんですけど、韓国の伝統菓子のヤッカというものを使ったスイーツを食べてすごく美味しいなと思ったので、ヤッカの専門店にインサドンにそれもあるんですけど、そこでお菓子を購入しました。一つ目がこちら、友達に韓国に行くっていう話をしたのでお土産にこちらを購入しました。これはなんかお花の形をした可愛らしいヤッカと、これだった気がする、甘く煮詰めたナッツのお菓子が入っている詰め合わせ、あとお家用にお土産でこうダイス状にカットしたヤッカの詰め合わせとナッツのお菓子、自分と夫が食べるだけなのでコスパのいいこちらの大容量のものを購入してきました。来週その友達に会う予定があるのでお渡ししようと思っています。なんかね、ヤッカは友達曰く甘い揚げドーナツみたいな味で、こうバクバク食べるっていうよりも、そうお茶と一緒にゆっくり味わって食べると美味しいお菓子だそうです。薬っていう字が書いてあるから効能があるのかなって思ったんですけど、どうやら昔は蜂蜜がすごく貴重で栄養価が高い食べ物だったので、薬という字が使われているお菓子だそうです。残りは全部スーパーで購入したお菓子や食料品です。きちんと使い切れるかとか使用期限を考えるとコスメとかの爆買いは難しいなと思って購買意欲を全部食料品に当てました食料品だったら絶対消費できるし、私も夫もお菓子大好きなんでお菓子をいっぱい買って物欲を発散しました。で、今回レモンマートっていうお店とロッテモールというお店2つでお買い物をしました。レモンマートっていうお店は現地の韓国人の方が普段お買い物に行くようなスーパーで安く購入できるっていう記事を読んでそこに買い物に行ったんですけど、外国人観光客用のタックスフリーの制度がなくて現地の人と同じような方法でお支払いをしたんですね。で、それに比べてロッテモールはお会計するときにパスポートを見せると免税してもらえる制度があったので値段は変わらないのかなという印象でした。先にじゃあロッテモールで購入したものをご紹介します。まずは中にお餅が入ったチョコパイみたいなお菓子、これはもう何個かつまみ食いはしているんですけどすごく美味しかったです。ただ日本のチョコパイとかカスタードケーキみたいなふわっとした食感を想像して食べるとちょっとこう硬い食感だなっていうのが正直な感想です。あとこれ全然読めないけどちょっと開けてみよう。ずっとこれ気になってた。あ、いい匂い。韓国のり味のお菓子でじゃがりこみたいなお菓子かなと思ったんですけど結構細め。いただきます。美味しい。硬い食感でじゃがいもの味がする。甘じょっぱいフレーバーですごく食べやすい。韓
韓国に行ったら韓国海苔味のお菓子を買いましょうみたいなポストを見て、こちらを購入しました。明日ゆっくり食べようと思います。あとはこれは夫に買ってきてって頼まれていたお菓子で、ハニーバターアーモンドを購入しました。2つで割引になっていたので2つ購入しました。ロッテモールではこの4点を購入したんですけど、残っているウォンを使い切りたくて一生懸命スマホで電卓使いながら計算しながら買い物をしたんですけど、さっきも話したようにレジで免税してもらえて数百円分返ってきてしまって、うまく使い切れませんでした。なので残ったウォンをさらに使い切るために、空港に入ってからスタバでちょっとしたお菓子を買って綺麗に使い切りました。チョコレートバーと、あとクッキーかな、なんかちょうどいい価格帯のお菓子がいっぱい並んでいて、そこで使い切るのすごくおすすめです。レモンマートというお店でたくさん食料品を買ってきました。多分今回の旅行のお買い物の中で一番ウキウキしたお買い物でした。まずは袋麺、この2つを購入してきました。ちょっと辛そうなんですけどゆっくり食べてみようと思います。あとジャージャー麺の袋麺を購入しました。これはね、いくらあっても絶対食べきれる自信があるので食べるのが楽しみです。チゲのお店に行ってやっぱりスープ美味しいなと思ったので、ちょっと重かったんですけどコチュジャンと、あと韓国のお味噌を購入しました。これでちょっと韓国料理作ってみようかなと思っています。機内食にコチュジャンあったな、1個持って帰ってきたんだよね。なんか行きの飛行機も帰りの飛行機も機内食がついたんですけど、コチュジャンがすごく美味しくて、帰りの飛行機のコチュジャンは使わなかったので持って帰ってきた。すごく美味しいなと思ったので、韓国でコチュジャンは絶対買いたいなと思って担いで持って帰ってきました。あと多分日本でも買えると思うんですけど、だしだっけな、名前が。牛肉のだしの粉末スープも購入しました。で、次がトッポギかな。夫のリクエストでトッポギを買ってきてって言われたので、常温で保存ができるこちらのトッポギを買ってきました。生のトッポギの麺と、あとスープの火薬が入っています。ちょっと辛そうなんで、なんか具材、ゆで卵とかネギとか、ちょっとなんか調べてみて野菜も一緒に入れて味を薄くして食べようと思っています。で、次がアワビのおかゆ、二日酔いだっけな、なんかすごい胃に優しい味がするそうで、疲れた日にでも食べてみようかなと思っています。で、次が韓国海苔のふりかけです。そのままかけてもいいし、お米に混ぜ込んでおにぎりにして食べても美味しいそうです。これもインスタで見たんですけど、韓国旅行で韓国海苔を買って帰ってくるとかさばって荷物が入らないことがあるそうなので、韓国海苔のふりかけみたいな薄べったいものを購入するのがおすすめだそうです。なので真似っこして買ってきました。これも明日から食べようと思います。次がまたこれハニーバターアーモンドです。ロッテモールで買う前にレモンマートは行ったので、夫のお土産用にこちらのものを購入していました。なので今家にはハニーバターアーモンドが3つもあります。で、次がアルフォートみたいな抹茶のチョコレートのお菓子と、これもちょっとつまみ食いしちゃってるんですけど、お魚の形をしたケーキも購入しました。これもさっきお話しした通り、日本のふわっとした軽い口どけのお菓子を想像するとちょっと硬い感じはするんですけど、
でも中のお餅もチョコレートもすごく美味しくて、明日からまた大事に食べようと思います。で、次が最後。じゃじゃーん、すごい大きなお菓子なんですけど、すごく安くなっているセール品だったみたいで、友達も買っていたので一緒に購入しました。これはまだ食べてないんですけど、なんとなく想像ができるような味で、チョコレートのケーキかな、24個も入っているので、少しずつ夫と分けっこしながら食べていこうと思います。香り付けにリキュールが入っているみたいで、さくらさん食べるとき気をつけてって LINE をくれて、見てるかな、ありがとね。最近もう授乳は夜しかしていないので、朝のうちに食べようと思っています。あとは帰国してからすぐに開けてしまったんですけど、安国にあるロンドンベーグルミュージアムというお店で、夫がベーグル好きということもあって、お土産に3つベーグルを買ってきました。すごいおしゃれな店内で、店員さんもなんかみんなぬいぐるみを持って接客をしていて、お店のコンセプトがあるみたいで、すごく素敵で可愛らしいお店でした。このプレッツェルのベーグル、トマトのベーグル、じゃがいもとチーズのベーグルを買いました。一個一個の重量感がすごくずっしりしていて、食べ応えがありそうなベーグルです。これは温めて夫と一緒にシェアして食べようと思います。